焼酎がないと生きられません。いらっしゃいませ。ここ下ですね。こう触ってみるとわかるけど、普通の包丁はここ厚みと刃先の厚みも同じに作ってあります。だから、ここが薄く作ってあるから、研ぐのが楽します。こんな包丁作っていない。もうほとんど機械作りになってるから、頭と刃先は同じ厚みです。それでもう農家のほうれん草を取ったり、キャベツを取ったりするには抜群なんです。もうあまりとがさんばいいから。はい。もうとにかく切れるようにしな感覚でやってるから、一番温度調整が一番なんです。温度がもう温度で失敗したらもうあとは全然ダメになります。まあ、強く上げる時もあるし弱く上げる時もだいたい850前後が作る工程です。それを上げたらまたダメになります。温度も第一やけどこの叩きも第一ですね。これのいろんな作り方でここ下の作り方で伸び方が違ってきます。だから品物によってここいろいろ工夫します。短時間に叩き上げるんです。普通って3度も何度も焼くんだけど1回で叩けるんだけど、あとはまたほら7種ハンマーにこれにかけてこれがあと3度ぐらい入ります。それはものすごく土数が多くなります。その土数が多くなると切れ味が長切れします。だいたいもう普通の鍛冶屋さんはあれが1台です。で仕事に応じてこの大きいやつやら小さいやつやら揃えています。こんなじゃ粗いです。粗いです。それがまた綺麗にもう上がるのにこんな感じで上げていくんです。あ、こっちが製品です。もうこっちは汚れてるけど中村敏夫ですけど69年目に入りました。きっかけはおじの紹介です。入ったのがもうやめられずにずっと今まで来ました。といろいろで何百は超えてるでしょうな。これでもう少しずつセットしていくんです。上がったな下がったなっていう中でこれでセットしていく。それはもう同じ温度でずっと保たれる状態で。
れはまあ温度を上げたらいかんです。750度以下で、パシャン模様って、奈良新地門は、まあ、800を超えない程度に。はい、じゃあ今から奈良市をかけていきます。はい、いきますよ。少し柿色ぐらいが一番いいですね。ここは、凸凹を直すのと、歪みを取るのと、切れ味を良くするためですね。ここ、工程は。お世話になります。目に入るからな、うちが。これは型取るやつです。切るやつです。だから、これを、こう切る。それから、こう切る。こういう長さです。もうこれ自分の考えた道具です。1000本単位で作りよったから、もう今は100本がそこに焼く、そんぐらいのもんやけど、もうこの勘になっていくんです、今回先仕事は。これやな。今でこんな感じなんですね。こんな感じに。うちが考えて作ったやつやから。この道具を持ってるのどこもない。今はもうプレスになっています。大きな出入れしてもピョンいけます。しかし、こううちの作るこの、薄い焦げできないわけな。同じことを69年もしてるんだから。すごいですね。もう一回鳴らしをかけます。もうそこまで一人でも十分です。
た時にこう、歪みが出たりですね。もう1回するも2回の方が今度は鋼のためには抜群なんです。ここするのは、こう曲がりを取るのと、それで切れが良くするためです。大体これでも少なく。洗いのがきれいになったでしょ。これも、これなんかもこうして、デコボコあったのがこうきれいになったんですよ。それでいっぺんに同じように温めたらダメやから、ゆっくり、して、しがね。これ4時冷やします。濡れたの乾かす。油です。焼き戻しという工程です。焼き戻しはもうゆっくりつけて30分。ゆっくりつけた、した方が長切れします。切れるようになるんです。このおかげで。これしっかりせんな、本当の切れ味は出ないです。30分待っちゃってください。30分。だからですね、こんな、本当は自動研磨機がかけるんだけど、もうセットし方難しいから、すぐ砥石の手研ぎにかかります。本当はこの機械かけるんです。この機械かけるんです。この機械を。もうここが、機械作りに抜群の機械です。これはもう1000万からやってるよ。日本のまだ高い。だから中国から入れれば1000万で入る。日本だったらいくらなんですか？それ倍ぐらいでしょ。あの人がこんなふうに研いでくれるんです。セットが1、2、3、4、5、6、7、8、8つあるんですわ。これ一つ変えるのにはだいぶ時間かかります。それに代わり本数をよく作らんな、合わないです。で、これするとき本数の多いときはこっち使います。新しいうちはもう簡単にできよったけど、
もうセットして相当苦しい。もうよっぽどのこと使うけどな。やっぱり、200上だったら使うけど、それと、ちょっと厚物になった時はもう、こう貸してもらうけどな。もうこういう時はめっちゃかかる。力いるし、時間かかるから、どっかで転んどらんかな。どっか転んどらんかな。何かねえけな。125、125。ちょ、待ってな。どっかなかったっけ。あ、温度計でいかったな。すいません。温度計でいいじゃん。あ、入れとった。あ、入れとった。どっかこれ、あったあった。あった。あった。こっち来てください。はい。こっちの方に来てください。受けですね。いいですか？一歩しかないから。わかったですか？いや、もう今、都会は、ほんと機械のクリアが、右左な。こっちはこっち。こっちな。あっち行って、こっち、あっち引いてくるわけ。今、それにこうセットされちゃったから、やったの。で、ほら、こう変えて、すればもう、たまね、1日かかるから、セット合わせ方に。こう合わしたり、こう合わしたりせねかんから、1日かかるから。だから、このように、こことこっちと同じ厚みやつやったら、案外やりやすいんだけど、うちの場合はもう、こうして作るんだから、なかなか難しいです。失敗が多いです。あもう何%がダメな子がです。なんか一時いるよ、多分。一時いるよ。それやったらお前入らんから。それやったらお前入らんから。はい。土曜日。どこの？知らん。終了頼んだ。土日休みじゃないの？あ、そうか。うわ、美味しいから。うまい。ごめんなさい。よかったよかった。うまい。いやいや、もう今、足やられてるの。もう2週間歩けなかったと。今、温泉が用意して、なんとかこう頑張ってるから。もう長い付けが多いからな、もうここ開業して52年以上なってるから、もう長いから、仕事歴は69年やけど、まあ、ずっとお客さん来られるから、嬉しいです。最高です。お客さんが来て、こんなのを作ってくれち、お客さんに合わせた品物です。お客さん自分で考案して、こういうの、こう、もちろん厚みがこう、形がこう、厚みがこう、勾配がこう、一人一人違うから大変ですよ。だからこれも農具です。農具の型。いろんな型が全部下まで入っています。もう、全部作ってきて、もう道具に使う率が多いんです。この道具も全部作ったんです。この道具も全部自分で作ったんです。ここの道具も全部作ったんです、自分で。これ道具です。何でもこなせますよ。今も初めての、注文が入ってるんです。鹿児島の特別注文なんです。鹿児島注文で、ちょっと細くして、なかなかしてめんどくさく。もう自分のところでも定番やったらもう簡単にできるんだけど、本数はほら、多かれば、いけるんだけど、
本数が少ないもんだからそうわけいかない。ネイルにこう合わせていかなあかんから。これを小さいのを作ってくれってこれ180クレジット作ってるとこです。これもう手箱、これもう初めてなんです。今までこう膨れ上がった、うちのお客さんそうなんです。卸なんかにこう歩かないです。全部お客さん来られるから。他で頼んだけどもう全然ダメやったっつって。もうとにかくお客さんに合わせてでくればもう納得いくんだけど、それが一番なんです。今が鳩牛しますから。ぬかくずです。今油でこう洗うから、それを取るためです。これきれいに取れてしまうから。こうして曲がったやつを、若干曲がったやつ、ビビたるもんやけどな。相当曲がってる。曲がってる。こう、少し歪んだのを直すところです。歪んでるのを直す。こうやり方が悪ければ歪みが多く出るんですよね。こっち、切れるようにほっときます。今もうどうしてけれど、この状態で切れません。この状態にすれば切れます。もう鋼を出さねえかんからですね。最初は鋼見てる。少し出てる、少し。全部同じように出さなきゃです。全体今出てるんですわな。発付けをします。先端に淡いそこを全部出すようにします。ここで。おいしくるか？よいしょ。あっちのランクです。ゆっくりちょっと裏返して。じゃあこれが、サンドブラスターっていう材料になりますね。これを今から入れて、これで鋼と鉄の境目を色付けします。でエアーで吹き付けるのでこっちでやります。境目がこっちが鋼になりますね。これがあれば鋼が
綺麗になるっていうか色合いが良くなる。これでサンドブラスターの分は終わりですね。こういう感じになりますね。こう黒とこう3箇所色がつく。の最終の段階ですね。ここ目に見てわからない。こんな感じようにきれいにしそれ戻してやるよ。こっち絵付けですね、今度は。一応ここにつきますから。普通はもうよか道具があるんだけどな。うちはもう仕方なしやってるけど。これで終わりですが。にすぐしてあげて。ちゃんとも。もうストレスあんまりないけど、たまにはほら、もう仕事からもういろいろもういろいろ来るんですね。もう種類が多いから、もうどうしようかこうしようかなんてこう先々わからないから、その時はもう気をつけるためにちょこっと焼酎を飲みます。薄くして飲みます。薄くして飲みます。余分に飲んだっては午後ですね。毎日です。開花したことはないです。はい。早かった時はちょっとこういうの飲みます。焼酎がないと生きられません。お父さんにとってうん焼酎は何ですか？恋人です。恋人です。父親に関しては到底この人には追いつかないんだろうなって思いますよね。もう大きすぎる存在ですよね、この世界に入ったら。親父の体力もないどんどんなくなってきているのも手伝わないといけない感じになってきたので、それが入るきっかけですね。はい、鍛冶屋入って6年目ですね。昨日できなかったことが今日できたりとか、だから毎日が修行って言えば修行だけど、いろんなことを見つけることもいっぱいありますよね。
苦しみでもあるんですけど、毎日がまあ嬉しいことも、お客さんから良かったよって言われることも、それが一番幸せだし、そういう風になるためには自分がどう変えていかないといけないかっていうのも考えないといけないしですね。やっぱ使いやすいって言われるのが一番嬉しいですよね。それは手作りだから形は悪いですけど、物的にはものすごくいいですよって言われるのが一番幸せですよね。